傘はもういらない。ノーアンブレラジャケット。お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。皆さんこんにちは、ときまるです。今日はヒアネスの NU ジャケットをレビューしていきたいと思います。これです。いつだったかな ?4 月ぐらいだと思うんですけど、4月ぐらいに大和道のオールウェザージャケットからこちらにリプレイスして、で、ちょっといろいろフィールドテストっていうか自分の中でいろんな実験をしてから、ちょっとどういう風な使い心地かっていうのをレビューするっていう風にお話をしていたんですけど、ちょっとね、時間がかかってしまいました。これに関しては。はい。で、先ほど流したね、冒頭に流したイメージムービーみたいなものを撮影してみたんですけど、で、今日は実際のその使い心地とか、ディティールとか、で、あとはフィッティングですね、について話していきたいと思います。で、結論言うとね、すごくいいです。はい。むちゃくちゃいい。で、もうね、これしか着てないんですよ。もう買ってから、もうね、最近暑くなってきたんで、だいたい T シャツなんですけど、もうね、これしかずっと着てなかった。ここ2、3ヶ月は本当に。いつだ買ったの。買い替えたのが私のこの65個の持ち物リスト見るとね、4月の1日ぐらいですね。ちょうど4月入ってから買ってんだよね。だから4、5、6、もうほぼ丸々3ヶ月使ってきましたね。はい。3ヶ月使っています。で、その中でいろんな実験をしてきて、その前はその大和道のオールウェザージャケットっていうね、僕がずっと初期の頃っていうか、この動画の中で着てたジャケットを着てたんですけど、それからね、これに移行したんですよ。で、自分の場合は用途として、やっぱりハイキングだったり、あと日常の旅とか、街の中で普通に来たりとか、そしてヨガみたいなもの。だから、山、街、ヨガ、移動みたいな感じ。なんかそういう、だから全部に対応できるっていうのかな。なんかそういう感じのアイテムをいつも探していて。で、かつ、今日本で私暮らしてますので、その四季に対応できるっていうか、どのね、四季でも春から冬にかけても対応できると。で、冬は、この中にインナーを着て、もうアウターのシェルとしてね、これ一枚で使えるみたいな。そういうその持ち物をいかに少なくしながら、あらゆる環境とか自分のやるアクティビティみたいなものに、対応できるかってことをいつも目指しています。で、その中でたどり着いたのがこのヒアネスの NU ジャケット。で、NU っていう文字には、No Umbrella っていう意味があって、つまりその傘がいらないっていう。だからこれね、つまりレインウェアなんですよ。レインウェアジャケットみたいな感じなんですよね。で、実際にその大和道のジャケットもレインウェアみたいな感じなんですけど、簡単に言うと、よりこっちの方がレインウェア性能は高いです。そして、街向きだっていう感じです。簡単に言うとそういう感じ。だから結論を言うと、本当にそのウルトラライトで軽い荷物で山が多くてみたいな人はオールウェザーの方が向いている。で、僕みたいにそんな山だけじゃなくて、いろんなその日常着を兼ねたいとか、物を少なくしてこれだけで全部やりたいとか、っていう人には、この NU ジャケットはすごくおすすめかなという結論に至りました。はい。で、スペック見ていきます。で、まずね、比較においてちょっとね、やっていこうかなと思いますね。わかりやすくね。その NU ジャケット。これは43デニールのリサイクルナイロンを使っている。で、耐水性が2万ミリ以上の防水性。で、糖質量は2万ミリグラムの平方メートルっていう感じになっています。で、オールウェザーの方は、ウェブサイトに載っているものですけど、これはパーテックスシールドエアーっていう生地を使っています。で、100% ナイロンで、C6DWR っていう耐水性撥水加工をしていると。で、この耐水性能っていうのが 58g、1平米あたり58g っていう表記です。で、耐水性能は一応1万ミリっていう耐水性能が謳われています。で、これね、まずね、その数値を一緒にしてみるとこから始めないといけないので、ちょっとそこね、揃えてみることにしました。で、今こんな感じでちょっと出しますね。はい。こんな感じで分かりやすくちょっと出してみます。で、比較においてですね、ヒアネスの NU ジャケットは43デニールのリサイクルナイロンで 2.5 層であると。で、大和道はパーテックシールドエアの 58g 平米。で、これおおむね15から20デニールに当たるみたいですね。だからデニール数で言うと、ヒアネスの方が分厚いって感じになっています。だから分厚くて丈夫なナイロンっていう感じになっています。で、それから耐水圧なんですけど、これは2万ミリ以上。ヒアネスが2万ミリ以上。で、大和道はだいたい1万ミリっていう風な感じになっています。で、糖質性ですね。これは自分のこの中から、外からじゃなくてその内側から外に水分を逃がす力みたいなイメージだと思うんですけど、
これがだいたい2万ミリグラム、平米あたり2万ミリグラムっていうものがヒアネス。で、大和道は、メーカーではこれ多分値が公開されてないんですけど、だいたいそのパーテックスシールドエアーっていう生地自体がだいたい2万5000ぐらいの数値らしいです。なので、パーテックスシールドエアーの方が、糖質性、中から逃がす力は強いということになります。重さですね。で、重さは、ヒアネスの方は、これ確かスペック書いてなかったと思うんですけど、だいたい300グラムぐらいですね。で、大和道の方は 161g。これサイズによって異なるんですけども、M サイズで 161g になってます。はい。で、価格なんですけど、価格がですね、このヒアネスが私が購入した時点で、29,700円。29,700円です。で、多分今も値段変わっていないと思いますね。値段変わってないですね。見ましたけどね。で、大和道のオールウェザージャケットの方は今43,000円ですね。だから、だいたい13,000円ぐらい開きがありますね。だから僕が持ってたその初期のやつっていうか、古いタイプのやつは、もうちょっと安くで買えてたんですけど、やっぱ最近ね、値上がりしてますね、どれもね。はい。そんな感じになっています。で、スペックからもわかる通り、やっぱりその、オールウェザーっていうのはものすごく抜けが良くて、で、その分薄く作られていて軽いっていう感じになってると。で、この NU の方は、やっぱりね、ちょっとね、生地が分厚い感じがします。だからその、抜け感はあんまないんですけど、さっきの動画みたいに、雨はもう全然大丈夫です。はい。内側がね、結構こういう風な、しっかりこの首元とかにも、シーム処理がされているので、この縫い目から漏れてくるってことも全くありませんでした。で、例えば、この間の旅の時とか、もう来てると思うんですけど、なんか移動中にね、ちょっと雨が降ってきた時も、もう傘いらずでですね、このフードがついてるので、フードをかぶって、しのぐことができると。で、もうほとんど濡れないです。ただ、その分ですね、その耐水性が高い分、内側から逃げる力が弱いので、やっぱりね、どうしても蒸れますね。割とその激しいアクティビティ、さっきの動画で走ってる時なんかだったりとか、あとは山の中で結構歩いてる時なんかは、やっぱりこう内側にこもる感じがあります。で、生地が分厚いのでなかなか暑いと。で、もうこの時期だと結構山で着るのは、最初の、低いところは厳しいかなと思いますね。だから1500メートル以下だと、ちょっと厳しいかなっていう感じはします。ただ、それよりちょっと高くなってね、冷え込むようなとこであれば、逆にその寒さには強いって感じになるので、その辺のね、防寒性は上がるのかなと思ってますね。で、これはその中から逃げにくいんですけど、下にですね、このダブルジップになっているので、ちょっと着てみます。ダブルジップになっているので、逆に、その暑くなった時は、この下から逃がすみたいなね、こういう、よくアウトドアメーカーの服にありがちですけど、この下からダブルジップで開けることができるんで、これで結構熱を逃がすことはできます。で、一番最初に気になったのは、このジッパーのちょっとサイズですね。これがね、結構ね、大きいんですよ。で、こういう金属のパーツが割とその、オールウェザーよりも大きな作りになってるので、それでちょっと重量がかさ増しされているのかなっていうのを感じました。で、使い始めて、それ結構気になってたんですけど、で、それ3ヶ月経ってみて、なんかね、逆に、このなんかこう生地の厚みとか、その生地の強さみたいなものに対して最適なサイズが意外と選ばれてるなっていう風に感じるようになりましたね。だから最初はこのね、ジッパーの部分がちょっと大きいかなって思ってたんですけど、なんか、ここちゃんと止水のね、ジップがついてるんですけど、この止水のジップに対してちゃんと、こう効いてくれるっていうのかな。なんかその、なんかこう使い心地のバランスが取れているって感じが逆にしてきてます。だから、このサイズはこれでいいのかなっていう感じはしてます。もちろんそのもっと軽量化とかは多分できると思うんですけど、あまりその軽量化してなんか耐久性を削るみたいな方向ではないのかなっていう感じがしてますね。で、これもちろんだから山で基本的に使うってことが多分あまり想定されていないとは思うので、基本的には街の中でレインウェアとして使う用途で、ジャケットとして使う用途なので、その辺がですね、こういうディティールに現れてるなと思います。で、結構ね、生地感は良くて、生地感はいいです。
なんかサラサラとした感じで、で、よく僕も洗濯してるんですけど、普通に裏返して、洗濯機で回すっていう風な感じで、洗濯してますね。で、ささっと干しといたらすぐ乾くし、で、シワも全然できません。なんかくしゃっと置いてその辺に置いておくとシワ出るんですけど、ハンガーにかけておいたら全然シワも出ない素材になってると。で、もう一つ一番最初に気になったのがね、これもね、これなんですよ。わかりますか？この手元の部分が、なんて言うんだろう。マジックテープなんですよ。マジックテープ。で、これがものすごく最初は気になって、つまり、こういう状態なんですよね。こういう状態で、結構袖の部分が開きがあるような感じで、で、だからこう腕をまくるときに固定できないような状態になっていると。で、これをマジックテープをですね、ちょっと見えづらいと思うんですけど、ここで止めて、で、こういう風な、腕に沿わせるっていう風な感じの仕様になってます。だからこれ人によっては、このマジックテープが結構、一回一回こうね、なんかつけるのがめんどくさいなって感じる人はいると思いますね。で、自分自身も結構それ最初感じてて、なんか嫌だなって。で、しかもその前に使っていたのが、その大和道のものだったので、あれはもう最初からちょっと絞りが効いてて、で、中に多分ゴムが入っていたと思うんですよ。だから普通にこう袖をめくれるような感じだったんですけど、これはね、こういう風になってる。マジックテープになってると。これがちょっと気になってる。ただ、これも考えようによっては、例えばこのインナーにですね、なんかちょっと厚めのなんかダウンとかを入れた時に、なんか袖がこうギュッと絞りすぎてないというか、それに合わせてこの幅を調節できたりとかっていう、ことができるのかなとは思ってますね。で、意外と最初は面倒だったんですけど、なんか慣れてくれば脱ぐ時もですね、普通にこうやってんのをピッピッと取って、で、脱ぐみたいな感じで、なんとかやってますね。ごまかす感じでね。ただね、なんか、そんなにデメリットではないかなって思うけど、なんかその人によってはっていうか、嫌な人もいるだろうなって思って、もしかしたらね、次のモデルとかではなんか改良の余地があるかもしれないですけど、なんかこれはこれのなんか良さっていうか、ここが開くことによって、ここからこう熱もね、逃がすことができるんで、なんかね、開くとね、こうレインウェアっぽいんですよね、シルエットがね。開くとね、結構こう、なんかざっくりとしたてるてる坊主というか、てるてる丸田中っていう感じになるんで、なんかそれはそれでね、ここから熱が逃げてレインウェアっぽくていいのかなっては思ったりもするし、なんかちょっとそういう迷いどころはあります。はい、そんな感じ。で、フードの部分はですね、ここもちゃんとこう絞りが効くようになっていて、ギュッと絞れると。で、ちゃんとこの、なんていうか、つばがついてるので、結構その、ただのそのファッション的なフードではなくて、割とこう機能的にですね、きちんと雨がこう顔に来るのをなるべくカバーしてくれるようなシルエットになっています。だからこれは本当にその山とか、自転車乗る人とかね、雨の中ね、でも使えるかなと思いますね。やっぱりこの絞りがあることによって、こう風が来た時にこうフードが脱げないっていうことになるんで、これね、結構重要なんですよね。アウトドアアイテムでは。で、この中に、このなんか、ボタンがあって、これを押すことによってフードをギュッと絞れるっていう風になっています。で、あとは、両サイドにポケットがあります。で、ポケットもですね、一応こういう風にジップがついていて、これもちゃんと止水になっています。止水ジップ。でね、ここもね、このクオリティ高いYKK のファスナーがついてるんですけど、若干ね、この金属が大きめなんですよね。だからこの辺のだからサイズがだから最初気になったんですけど、もう少しでも小さくてもいいかなって感じしますね。なんかね。なんかそこまで大きくなくていいかなっていう気がしますね。この取っ手の部分がね。はい、それでは続いてフィッティングを見てみましょう。モデルはエクストリームミニマリストヨギー。身長は170センチ、体重55キロ、独身男性です。東京都在住です。1センチぐらい身長をサバ読んでるという噂があります。はい。全体はこんな感じ。
サイズは S サイズを着ています。若干裾が長めなんですけど、レインウェアなので、これくらいはいいバランスかなと思います。フロントジップと袖の部分を閉じた状態です。サイド、こんな感じです。後ろです。前と後ろで生地の差がないボックス系のシルエットになっています。はい、かっこつけちゃってますね。すぐかっこつけますよね、この人はね。そしてふざける。はい。寿司三昧、もう1回、2回、天丼してる。続いてフードをかぶった状態で見てみましょう。はい、怪しいですね。ネズミ男ですかね、これは。はい。もうカメラ見すぎです。はい。フードかぶっても結構突っ張る感じとかが全くなくて、緩やかな肩とつながってくる感じ、つながりがいい感じで、ストレスなくフードをかぶっても、ちょっとふざけてますね。はい、ということで、今日はヒアネスの NU ジャケットについてレビューしてきました。はい、総合的にね、すごくいいジャケットです。で、3ヶ月着て、もうなんか自分のテストに耐え抜いたので、もうこれだけでね、行こうかなっていう感じです。今年は、しばらくは。で、まとめとしては、やっぱり耐水性能、そして山、街、それから旅みたいなもので、いろんな場面での両立を求める人にとっては、ベストなジャケットかなと思います。で、ただ、その山が多くてとか、山の方が比重が高くて、もっと軽いものがいいとか、で、ものすごくウルトラライトの思考がある人は、大和道のジャケットの方が、使い勝手は良かったりするかなと思いますね。だからその辺はそれぞれの思考に合わせて選んでみるといいんじゃないかなと思います。で、ただ価格差がね、結構あるんでね、大和道の方今43,000円なんで、だいぶ上がってるんで、1万円の開きがあると考えると、なんとなくね、ただやっぱどうしても低山とかはね、抜けは悪いんで、厳しいですけど、レインウェアと考えればね、とっさに雨が降った時に羽織るみたいな感じの感覚でいれば、それ以外は普通のベースレイヤーとか、ミッドでね、歩くことはできるんで、そんなに問題ないかなと思ってますね。重量の部分がちょっと気になる人は気になるかもしれないですけど、その場合は。はい、ということで今日は以上です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。